始まりましたかね。音声入ってるかな？始まりましたかね。よし、OK ですね。音声も入っていますね。はい、皆さんこんばんは。トクタビ TV のトクトビです。今日は2024年12月の10日火曜日ですね。なんか、だいぶひげが伸びてきてますね。最近そういえば切ってないな。多分、前回、僕は、髭は剃らないんですけれども、で、このね、上と下を残して、あと、ここら辺は落とします。髭トリマーで、いつも落としています。多分ね、この前タイに行ったのが、11月の28日の夜に日本を経ったので、その前あたりか。27か26、多分26かな。あたりに髭を整えていますので、2週間放置状態で、これぐらいになっちゃいますね。そろそろね、お手入れしないと。多分明日、ここら辺全部落とします。このね、サイドの部分を落として、ここら辺も短くして、というような形にします。僕も、確かね、もうこのスタイルを25年ぐらいですね。髪の毛短くて、髭があるというスタイルが25年ぐらい続けていますね。さあ、ではでは、始めましょうかね。前回の12月の7かな？違う、12月6かな？月、日と4日、12月6日、金曜日もタイ旅行反省会ということでお話ししたのですけれども、今日もその続きですね。で、服装に関して、ちょっと思ったのですけれども、日本が寒い時期に、タイなどの暖かいところに旅行に行く際にどんな服装をしたらいいかと。で、ジーンズ、日本ではやっぱり寒いから長ズボン、ジーンズを履いていくのですけれども、そのジーンズを旅行先でリュックの中に入れておくのが、場所を取って嫌だったというお話をして、で、タイで現地ではハーフパンツで活動するわけですけれども、その下に登山用のスパッツを日本では履いていけばいいんじゃないかと。で、それだったら多少あったかいので、冬の厳しさ、冬の寒さは、それではちょっとしのげないかもしれませんけれども、家から駅に行くまで、電車に乗るまでの間の辛抱なので、それぐらいでいいんじゃないかというようなことを思いました。で、これ上なんですけれども、これまさに前回タイに行った日の服装なんですよ、この上。この長袖。これ長袖。で、インナーで半袖 T シャツを着ているというようなものだったのですけれども、これでもね、いいんですけれども、それよりも、ヒートテックを着て、で、その上に半袖 T シャツ。その現地で活動するような半袖 T シャツを着ておけば、この長袖 T シャツよりも荷物にならないんじゃないかなというようなことを思いました。そう、でもそんな形でね、次回の寒い時期に暖かい国へ行く際の日本での服装。できるだけシンプルに、そして軽く、で、現地で行動する際に荷物を少なくするための、服装というものを、なんとなくね、完成形が見えてきたかなというような気もします。さあ、では、今日は、タイ旅行反省会で、食べ物についてですね、どんなものを食べたのかというものを、一気にご紹介しようかなというふうに思います。
タイ料理といえば、やっぱりね、辛いもの、うん、唐辛子がいっぱい入っていてというようなイメージがありますけれども、僕が食べたものは、こうやってね、これからどう振り返っていきますけれども、写真を見る限りでは、そこまでね、辛いものはなかったな、なかったというか、自分自身でそういう風に選んだわけなのですけれども、そう、辛いものを食べなくても、タイの滞在を楽しむことができるなというように思っています。さあ、で、まず最初は、これちょっと飲みかけなんですけれどもね、夜中に、成田空港を、21時15分だったかなの発の飛行機に乗って、で、タイのバンコク、ドンムアン空港、スワンナプーム国際空港ではなくて、ドンムアン空港というところに到着しました。エアアジア X を利用していたので。そう、エアアジア X は、この前の10月ぐらい、10月からスワンナプーム国際空港からドンムアン空港の利用へと変わっています。で、夜中にね、着いたんですよ。飛行機降りたのが3時ぐらいだったかな。で、まず、しばらく空港内の探検をして、で、最初のタイの飲み物がこのオレンジジュース。まず朝の目覚めの一杯ということで、こちらをね、セブンイレブンで買いました。空港内の。さあ、そして、ここからが本格的なタイ旅行での食事シリーズのお話になります。ドンムアン空港からは、バスでルンピニ公園に移動しました。で、ルンピニ公園には、フードコートがあるのですけれども、一応こう、きちんと店舗型っていうんですかね、の建物が、建物ってものすごく簡素なものですけれども、あるフードコートがあるのですけれども、8月にそこに行った時には、すごいお店が少なかったんですよ。で、こんなに少ないんだと思ったのですけれども、なんかもっと賑わってるというイメージがあったんですね。そう、でもね、その賑わっている場所が違っていたんですね。あの、ルンピニ公園がこうやってあるとすると、どっちだ？北西側か。北西側の角の方に朝市みたいのが出ていまして、そこがすごい賑わっている場所でした。Google マップでルンピニ公園フードコートと検索して出てくる場所は賑わってないです。お店がものすごく少ないです。Google マップだけを信じて、行った僕がちょっと失敗でしたね。8月の旅の時には。実は賑わっている場所が全く別のところにありました。で、またそれについてはメイン動画の方でお話しします。紹介します。で、そこで食べたのがこちらですね。お店の方に、これはカオカームか。カオカーム、イントネーションがわかんないんですけど、カオカームなのか、カオカームなのか、カオカームなのか、ちょっとわかんないんですけれども、普通にカオカームって聞いたら、イエスというふうにお店の方が答えていました。豚足煮込みというイメージですかね、日本語にすると。これがね、すんごい美味しいんですよ。もう豚肉がトロットロで、口の中に入れた瞬間にもうとろけるような。多分ね、僕がね、8月から、これで、この前行った11月から12月にかけての旅で、今年に入ってからも3回タイに行ってるのですけれども、その中で、最も好きな料理は何かと、タイ料理は何かというふうに聞かれたら、このカオカームというように間違いなく答えますね。屋台で、そんなに衛生状態も良くないかなというような雰囲気の場所なので、初めてタイに行く人は、ちょっとハードル高いかもしれませんけれども、もう僕は慣れちゃいましたね。多少の汚れとかは。で、あと虫とかも寄ってきますけれども、手で払えばいいので。
で、これがね、60バーツでした。1バーツこの時が日本円で 4.4 円だったので、264円くらいの計算ですね。あ、ご飯付きです。あ、違う。卵をつけて60なので、このお肉だけだと50ですね。50バーツ。で、僕の一押しタイ料理はこのカオカームです。カオカームカオカームさあ、そして、初日の朝ごはんは2回戦行きました。ルンピニ公園のすぐ近く、MRT のシーロン駅、BTS のサラレーン駅の近くにあるマックに行きました。初めてタイのマックに行きましたね。海外のマックってなんか今思い返してみると、13年前に行った台湾で、夜中に一人でマックに行った記憶が、思い出がありますけれども、そう、タイでは初めてマックに行きました。多分初めて。で、ここでね、ちょっと食べたかったものがあるんですよ。で、それが、この、コーンパイ。日本だとアップルパイとチョコパイですかね。あんまりパイって食べないですけれども、このコーンパイが、ちょっと誰の YouTube か忘れちゃったんですけれども、そう、どなたかの動画を見て、これがすごい美味しいというふうなことを知って、そう、ぜひ食べてみたいということで、マックに行ってみました。これはね、あの、本当にね、このトウモロコシの甘さがしっかりあって、大人よりももしかしたら子供の方が喜ぶ味かもしれませんね。僕は甘いもの大好きなので、これすごい好きでした。こう、つぶつぶ感、トウモロコシのつぶつぶ感というのもしっかりあって、すんごい美味しかったですよ。マックはドリンクと合わせて94バーツ。これは、カフェラテかな。ちょっとレシートを見ればわかるんですけれども、多分カフェラテ。さっきのメインのカウカーム、卵入りで60バーツに比べると、だいぶ高めにはなっています。そして、これが初日のお昼ご飯ですね。メニュー名が、タイ語のメニューとか、そういうのが全然わからないお料理ではあるのですけれども、英語メニューがない、タイ語メニューしかないローカル食堂に飛び込みで入りまして、で、そこのメニュー表、タイ語のメニュー表を Google 翻訳で見てみたところ、カリカリ豚肉のカレー粉炒めというふうに出たんですね。日本語翻訳で。それで、この、ちょっと気になったので、カリカリ豚肉結構僕好きなので、で、このカレーの味はどんなものかなというふうなことで頼んでみました。これ結構ね、辛かったです。赤い唐辛子は、ちょっと写真では、向こう側に、裏側にいるんですね。そこまでこれパッと見は辛そうではないのですけれども、結構辛かったです。で、これもむちゃくちゃ美味しかったです。メニュー名通り、本当にカリカリの豚肉で。これがいくらだったかな ?60 バーツだ。僕は、タイのローカル食堂に入るとき、やっぱり1食60バーツというのが今、基本線になっていますね。日本円にしてだいたい264バーツ。1食というか、1品ですね。僕は大食いではないので、割と平均的な日本人男性に比べると多分小食の方の部類だと思うので、一食一食にこのメイン料理一品しか食べられないのですけれども、そう、だいたい60バーツは基準で高い低いというのを考えています。でもこれが60バーツですね。
で、スイカスムージーか。これはね、おやつですね。夜ご飯の前に、アイコンサイアムの中で飲んだものですね。これ60バーツ。食事と一緒なんですよね。アイコンサイアムの中というようなことで、ちょっと高めだったのではないかと思います。スムージーの中でも、マンゴースムージーも美味しいし、ココナッツもやっぱ好きですけれども、僕はスイカスムージーが一番好きです。最初にタイに行った時、2017年6月に行った時から、これスイカが一番タイプのスムージーに、好みのスムージーになっていますね。これは僕が食べたものじゃないんですけれども、アイコンサイアムの中で、1階、多分1階だな。1階に何かこう、食事どころがいっぱい集まっているコーナーがあって、で、アイコンサイアムというのは巨大なショッピングモールです。そうでね、そこにね、こんなね、豚さんがいたんですよ。こっから切り取って使っているんだろうなと。これみんな撮ってましたね。そして夜ご飯はサンセットディナークルーズ。初めてそういうね、ディナークルーズ船というものに乗って、食べ放題のものですね。日本で事前にチケットを買っていまして、2500円。2500円はタイバーツにすると 4.4 で割ると、2500割る 4.4 なので、568バーツ。バーツ換算で568。一食60バーツで考えている僕にしては、かなり高級品、高級な、贅沢な夕食となりましたね。もちろんこの夕食だけでなくて、この船に乗ると、そしてちょうど夕暮れ時、夕焼けの時間帯でもあったので、その景色込みのお値段でしたね。写真。そう、ちょうど、ワットアルンに行く際、なんかね、まともな写真がないな。ピンボケばっかりだな。これなんかいいかな。そう、こういうような、夕焼けの写真ですね。夕焼け空。ワットアルンの向こう側に沈む夕日。というのを見ることができたクルーズ船でした。これがね、こんな景色を眺めながら食事ができるということで、2500円という値段は、日本で同じようなことをやった場合を考えると、ものすごく安くお得なお値段設定なのではないかと思います。これが初日のご飯ですね。そしてこれが2日目、2日目になります。2日目は、これ麺ですね。ぶっとい太麺。日本の、何麺です。群馬県の太い麺。ひもかわうどんのようなイメージの太い麺です。で、割とね、柔らかいので、箸で持ち上げようとするともうすぐに切れちゃうような麺でした。そう、太くても食べやすい麺でしたね、柔らかくて。で、これ食べた場所が、ソイカウボーイという場所です。ソイカウボーイというと、夜は大にぎわいの大歓楽街なわけなのですけれども、そこで、朝と昼間
は、小さな屋台が出ていまして、こんな朝ごはんを食べることもできちゃいます。で、これもね、ソイカウボーイにある、バーの座席を使って、しかも食べることができるというような場所でした。60バーツですね。やっぱり基本ですね。基本ラインの60。で、朝のコーヒー。これコーヒーというよりもなんかチョコレートってお店の方が言っていましたね。ここもね、英語メニューがない、タイ語メニューしかないドリンクスタンドだったので、だいぶね、勘で注文したんですけれども、これはチョコでした。そして、2日目のお昼ご飯。今回のこのライブ配信の表紙にもなっているものですね。ラートナー。あんかけですね。豚肉と、これなんかお肉が2種類ありました。何だったかな。ちょっとまたメイン動画でそれ具体的にちゃんとお話ししますけれども、2種類のお肉が入っているという、あんかけ肉。これパッと見でもちょっと違う感じの肉ありますよね。ソーセージみたいなものと普通の豚肉っぽいなと。で、このあんかけの、ラートナーというのも、僕が今年大好きになったタイ料理の一つですね。カオカーム、そしてこのラートナー。ラートナーの麺にかける場合もあれば、こうやってご飯にかける場合もあると。で、僕はここはご飯を選んでいます。これも60ですね。これむちゃくちゃ美味しかったです。そしてドリンクは、大体僕ドリンクは食事のお店で頼まないで別のお店で飲むようにしています。食事中にもちろんドリンクあった方が食べやすいとは思うのですけれども、できるだけね、いろんなお店で、異なるお店に行きたいなというように考えていますので、食事とドリンクは別。ものすごい辛いものを食べる時もあるのですけれども、その時にも大体別のお店にしています。なんとか頑張ってね、食事は食事だけにしています。たまにドリンクも一緒に注文する時もありますけれどもね。これをね、ここもね、また面白いお店で、お店の外観も見てみましょう。これか。ちょっと待ってくださいね。すぐ出しますので。よいしょ。この写真の中央部分のところがドリンクスタンドになってるのですけれども、これ後ろ見てもらうと分かるように、これなんていうんですかね、雑貨屋さんっていうんですかね、日本でいうところの。なんかお菓子とか、普通のドリンクや、あとなんか洗剤とか、そういうようなものを売っているお店だったと思うんですね、最初は。多分相当昔からやってるんだと思います。で、そこに、こういうね、ドリンクスタンドの部分というものがポンと新しく作られているような、こんなお店もありました。で、2日目の夜。これはイベントですね。日本をテーマにしたイベントに行った時、ソフトクリームを食べました。このソフトクリームが、なんと80バーツ。食事の基本となる60バーツよりも高い。日本円で352円ぐらい。イベント価格というものもあるでしょうけれども、日本と同じぐらいですかね。こういうソフトクリーム。300円台、300円ちょっとだとね。タイにしては高いソフトクリームでしたけれども、これも美味しかったです。
そして夜ご飯は、これは、どこのフードコートだったかな。まあ、これフードコートです。サイアム駅。サイアム駅のすぐ横の、ショッピングモールの中にあるフードコート、ティップサマイっていうお店ですね。ティップサマイって、ティップサマイ。なんかこれ名前聞いたことがあるなというふうに思っていたのですけれども、あ、そうか、割とこれ有名なお店なんですね。アイコンサイアムとかこれいろんなところなのかな、複数あるのかな。そう、フードコートの中にこのティップサマイというお店があって、で、パッタイの卵包み。パッタイってあんまりタイでは僕は食べてはいなかったのですけれども、日本ではたまに食べることはあっても、わざわざタイで食べなくてもいいなというふうに思っていましたが、なんかね、これがね、すごく美味しそうに見えたので、食べました。しかもね、お値段結構したんですよね。サイアムパラゴンだ。サイアムパラゴンというショッピングモールの中のフードコート。169バーツ。750円くらいか。日本と変わらないような値段ですよね。で、エビ2つ付き。さあ、そして3日目の朝ごはんですね。3日目の朝ごはん。これはね、シーロムエリア、BTS のサラデン駅の近くにあるフードコートの中のお店。で、これぶっかけ飯ですね。3品、おかず3品で50バーツというお店でした。最初、お店の方がご飯、このお皿の上にこうやって持って、で、たくさんあるおかずの中からどれがいいっていうふうに聞かれて、指さして、これとこれとこれというふうな感じで指定して盛り付けてもらうというものですね。で、このぶっかけは、すごいね、たくさんの種類があるんですよ。こんな感じで。これごくごく一部です。もっとたくさんあります。多分ね、20種類以上あったんじゃないかと思いますね。そう、こんな中から好きなものを選ぶと。で、このお店は3種類のおかずで50バーツです。4種類になるとちょっと値段上がるんじゃないかと思いますね。60になるんですかね。タイだと、どうしても野菜不足になるじゃないですか。そう、そこでね、このぶっかけ飯屋さんだと、こうね、野菜を選択して食べることができるなということで、僕はこのキャベツキャベツ炒めみたいなやつも追加しています。入れています。で、これがお昼ご飯ですね。これが50バーツのお店ですね。基準の60よりも、さっきの朝ごはんもそうですけれども、ちょっとやや低めのお値段の、お手軽価格の、日本円で約220円のお昼ご飯です。これもね、すんごい美味しかった思い出がありますね。ちょっとバンコク中心部から離れていたところなんですけれども、そし
で、3日目の夜ご飯に関しては、ちょっと写真を撮ってないんですよ。花火大会に行きまして、メイン動画の方で、その花火大会の動画、詳しい動画を上げているので、また後で見ていただきたいのですけれども、その花火大会に行った時に、その会場内の屋台で、いくつか、串とハンバーガーとドリンクを買ったという記憶があります。でね、だいぶ急いでたので、花火開始直前にその食料を買って食べたので、動画は撮ったけれども、写真を撮る余裕はなかったです。で、これが4日目の朝ごはん、またぶっかけ飯屋。先ほど見たぶっかけ飯屋とはまた別のお店です。そうで、ここでも、やっぱりこれ野菜メインにしましたね。空心菜と、あとキャベツのなんか煮物っぽいのと卵ですね。そうこの空心菜、前日の朝のぶっかけ飯屋さんでも、ぶっかけ飯屋さんでは、僕が食べている時に、もう注文して食べ始めた後に、この空心菜炒めの大皿がボーンって追加されたんですよ。これ食べたかったというふうに思ったものが、この翌日また別の場所で空心菜あったので、注文してみました。ここでもおかず3種類ですね。で、50バーツ。約220円の朝ごはんです。このね、空心菜炒めがね、結構な辛さなんですよ。多分この旅の中で一番の辛さがこの空心菜炒め。多分これ空心菜ですよね。空心菜で合ってますよね。きっと合ってると思います。こういうところじゃなくて、普通のローカル食堂で空心菜頼みますと、割と大きめのお皿で、50バーツ、60バーツとかで、あったりするのですけれども、やっぱり一人で食べられる量じゃないですよね。僕にとってですね。メインの料理を食べた上に、さらに空心菜炒めを追加するというのは、ちょっとね、量が多すぎるので、なかなかタイで食べられなかったんですけれども、ここでようやく食べることができました。辛いけれども美味しい。これは同じく4日目の朝のコーヒーですね。ここのコーヒースタンドが、ちょっと写真では、微妙な感じでボケていますので、見にくいかもしれませんけれども、割と本格的なコーヒーなんですよ。で、行列ができていました。大体普通のタイのドリンクスタンドの場合には、インスタントのネスカフェのコーヒー粉のやつを使っていることがほとんどですけれども、ここではね、ちゃんとしたマシンがありますよね、この左。女の人が操作しているもの。これ使っているので、むちゃくちゃ美味しかったです。この旅の中で、タイで飲んだコーヒーの中では一番でしたね。さすがやっぱり行列ができるほどですね。これはサラデーン駅の近く、パッポンパッポンナイトマーケットっていうのがものすごい有名ですよね。多分観光客の人がいっぱい行くような。で、そこの通りが、朝も朝市やっていて、で、その入り口のところですね、このコーヒースタンド。大通り沿いです。これね、しかもね、これ本格的なコーヒーなんですけれども、30バーツでしたね。132円くらい。日本のコンビニコーヒーよりも美味しいですよ。これはものすごく美味しいです。そして、これが4日目のお昼ご飯ですね。また、カオカーム。カオカームはね、どこで食べても美味しいですね。
多分僕、タイに行く前のタイ料理のイメージといえば、やっぱりカオマンガイ、パッタイ、トムヤムクン、グリーンカレー。まあそんなイメージを持っていました。そう、けれども、タイに行った時に感じたのは、このカオカームが僕にとってはナンバーワン。これは、どこで食べたんだったかな。4日目、4日目。4日目、4日目。オレンジのカオカームだ。で、オレンジのカオカームというのは、さっき言った多分多くの人がイメージするタイ料理、カオマンガイ。で、その人気店、ピンクのカオマンガイ、緑のカオマンガイというお店が並んでいる、すごい近い距離にあるんですけれども、その同じ通り、その並びにあるのが、このオレンジのカオカーム。オレンジのカオカームというのが一般的な名称がちょっとわかんないですけれども、看板とかがオレンジなんですよ。イメージカラーが。で、このカオカームが、これ60ですね。やっぱり基本ラインの60ですね。このカオカームやっぱりどこを食べても美味しいですね。この11月から12月の旅だけじゃなくて、10月の時にも8月の時にもカオカームのお店には行っています。今、僕が人に勧めるとしたら、これからタイ旅行に行くんですけど、おすすめの料理とかありますかというふうに聞かれたら、まずこのカオカームをあげますね。辛くないです。むしろ甘いです。この甘くてちょっと濃いめのタレ。これもすんごい美味しいですね。これをね、ご飯にかけて食べるだけでもむちゃくちゃ美味しいです。で、そこにさらに、この柔らかな、とろけるような豚肉。それが加わると、もうなんかね、これ見てるだけでなんかね、お腹空いてきちゃいますね。これを思い出して。さあ、そして同じく4日目の、これはおやつタイムですね。トースト屋さんに行きました。トーストのお店で、コーヒーも合わせて、これを2品で、2品で55バーツですね。これがね、トースト、タイのこのトーストがね、また美味しいんですよ。以前、ヤバラート、中華街の方の喫茶店で、タイの方の中華街ですね、の喫茶店に行った時にも、このトーストのメニューがいっぱいあった。あと、ターミナル21にもこういうね、トーストのお店も入っています。こんな感じで、いろんな種類、トーストに塗るやつがあるんですね。カラフルですよね。緑とかオレンジとか、赤とか。だいたいね、基本ラインが25ですね。安いので25か。25から、25バーツから、100円ちょっとから。で、タイのおすすめのおやつってありますかと聞かれたら、僕は間違いなくこのトーストと答えますね。ちょうどね、食べやすいサイズに小さくカットされるので、カットしてもらえるので、複数人って言ってもね、シェアしやすいですね。
で、4日目の夜ご飯に食べたのは、これカオソーイです。カレー麺。日本語で言うとカレー麺というイメージですね。イサン料理っていうんですかね。タイ、東北部の料理だそうです。確かそうだったと思います。その麺の種類詳しくないので、正確な言い方ではないと思うのですけれども、これ見えないところに、柔らかな普通の麺が、多分米粉の麺なんですかね、が入っていて、で、上には揚げ麺が乗っています。2種類の麺を味わうことができるというような形ですね。で、お肉の種類、ここのお店ではお肉の種類が豚、鶏、牛から選べて、僕は豚にしたのかな。そう、大体鶏肉がやっぱり多いと思うんですよ。骨付き肉の。カワソイの場合には。でも、その鶏じゃなくて、あえて違うお肉にしようというふうにしたと思います。で、このカリカリの揚げ麺も、食べていくうちにだんだんとこの汁を吸っていって、しっとりとして、また食感が変わっていくんですね。一応麺としては2種類ですけれども、その食感の違いとしては、この3種類の麺を楽しむことができるというような形になっています。かぼそうい。これもね、僕のおすすめの一品でもありますね、かぼそうい。そこそこの辛さはあります。そんなにね、口から火が出るとか、汗だらだらになるとか、そこまでの辛さではないので、辛いのがあんまり得意ではないという人でも食べられるものじゃないかと思いますね。で、これも4日目の夜ですね。2000円の宿に泊まったんですよ、この時には。ドミトリー形式の宿です。そう、そんな、めちゃくちゃ安い、安い宿ではあるのですけれども、その屋上部分には、バーがあったんですよ。ルーフトップバーが。かっこよく言えばルーフトップバーです。普通に屋上にある。そんなに高い建物じゃなくて、多分ね、これね、5階部分です。うん。5階部分の屋上。なので、そこまで高いところではなくて、夜景が360度眺められるとか、そういうような高級なルーフトップバーではなくて、割と庶民的な感じのものなんじゃないかと思います。で、僕はお酒は飲めないので、お酒は飲まないので、コーラをここでは飲みました。100バーツか。100バーツ、100バーツだけれども、実際にはね、90、98かな。写真、写真撮ってないか。動画の方で写真は撮ったかも。動画の方でメニューはちゃんと撮ってるかもしれませんが、98とか96とか、そう、100いかなかったと思います。で、お釣りはね、チップとして、お釣りいらないよと。かっこよく言えばですけれども、多分、本当に数バーツのチップだったと思うのですけれども。で、このね、ルーフトップバーの目の前が BTS が、鉄道が走ってるんですよ。僕は、鉄道大好きなんですね。乗るのも撮るのも。鉄オタなんですよ。なのでね、もう僕にとっては最高のルーフトップバーでしたね。鉄道を眺めながらドリンクを飲むことができる。コーラを飲むことができると。で、ここで、鉄オタ活動をした後は、すぐにこの下に降りて自分のベッドで寝ることができたと。2000円で、2000円の宿泊費で十分楽しむことができた。鉄オタ仕様のドミトリーでしたね。またこれもね、後日詳しくメイン動画の方でアップします。ご紹介します。そしてこれが最終日、5日目の朝ごはんですね。またカオカームーだ。パヤータイという駅前。先ほどのルーフトップバーがある、ドミトリー、ホステルも、
パヤタイ駅前。パヤタイ駅というのは、BTS と、あと、スワンナプーム国際空港に行くことができるエアポートレールリンクという鉄道路線があるんですけれども、その2つの路線が乗り入れている駅。で、その駅前のホステルに、ドミトリーに泊まって、で、その駅前にやっぱりこう、朝市みたいな、フードコートか、がありまして、そこでもまたカオカウム。この度3回目のカオカウムですね。もうどこで食べても何回食べてもこのカオカウムがむちゃくちゃ美味しいんですよ。ここでもね、卵をつけて60ですね。カオカウムのみだったら多分50。で、プラス、アイスコーヒーが25バーツ。そう、こんな朝ごはんにしました。で、ここからは、おまけ編というか、今回のタイの旅行の帰り道ですね。スワンナプーム国際空港から、成田空港に帰るのでしたけれども、途中でベトナムのホーチミンシティで乗り継ぎがありました。で、そこでね、だいたい7時間ちょっとぐらいの自由時間があったので、ベトナムに入国して、ベトナム観光もしてきました。で、そこで食べたのが、これがね、ボーネっていうんですかね。焼肉とパン、そして生野菜。これが55万5000ドル、日本円で330円ぐらい。あんまりタイと変わらないなと、物価としてはこの1食分の。それはホーチミンの、ホーチミンというこう大きな町の中心部にあるお店だったからかもしれないのですけれども、むしろタイよりもやや高めですかね。330円1食だと。やや高めですね。で、このお店に行ったはいいんですけれども、そもそもこのボーネという、ボーネというふうに読むのかどうか、発音するのかどうか、怪しいところありますけれども、この料理を果たしてどう食べるのかというのに悩みまして、周りのお客さんを見てみたら、まず、このパンを、このまま、この大きいパンを、そのままの形で、この鉄板に、この焼肉のこの汁、タレのところにちょんちょんってつけて、ガブリッとかじっている人もいれば、こう小さく食べやすいサイズにちぎって、で、そこにお肉を乗せて食べる、というような人もいたんですよ。多分両方とも地元の人っぽかったです。観光客ではなくて。で、どっちの食べ方が正しいかわからなかったので、多分どっちも正しいと思うのですけれども、僕はちぎって、そして乗せて食べるというふうにやりました。これもね、すごい美味しかったです。ベトナム料理といえば、フォー、僕のイメージでは、フォー、バインミー、あとは、つけ麺。ベトナム風つけ麺。ブー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 。ブーがついたような気がするけれども、ちょっと出てこない。出てこないです。ベトナム風つけ麺、日本のベトナム料理屋さん行っても大体あるやつ。ブンチャーだ、ブンチャー。ブーやっぱりつきましたね。というようなイメージあったけど、これは初めて見ましたね。最初はね、自分でバインミーみたいに、この大きいやつを、半分ぐらいに手で切って、そこにお肉を詰めて食べるのかなと思いましたけれども、そうじゃなかったですね。
で、その後カフェに入りました。これも4万9000だから、日本円で300円ぐらいのカフェ。いや日本よりも安い感じですかね。で、夜ご飯ですね。これがスイカジュース。スイカジュースと、あとフォー。牛肉のフォーを注文しました。合わせて10万だから600円ぐらいですね。やっぱりちょっと高い。高いよな。さっきも言いましたけれども、ホーチミンだからなのか、ホーチミンの中心部だからなのか、タイよりも高い感じでしたね。でも美味しいです。美味しいのは確かです。先ほどのボーネも、この、フォーも間違いなく美味しかったですね。で、最後は、多分ベトナムの中でも最も有名なコーヒーチェーン店、ハイランズコーヒーというところに入って、コーヒーを飲みました。これは日本円で300円ぐらいですね。そう、そんな感じでね、この旅は、タイと、そしてベトナムでの現地滞在は5日間、丸々5日間の旅でした。これだけたくさんのものを食べることができまして、すべての食費を合わせますと、9900、タイでの食費が9925円。で、ベトナムが1794円。1800円と1万円で、1000円。両方合計すると11800円。ちょっと丸めて12000円か。5日間分なので、1日平均2400円。1食800円。もうちょっと高めですね。というのは、ディナークルーズ、サンセットディナークルーズが2500円ありますので、それを除くと1万円を切るので、2000円以下ですね。1日。1日の食費が。メインとなる料理が3回と、あとドリンクもやっぱり1日に2回か3回ぐらいは、飲んでいるので、ドリンクスタンドなどで。そこそこの値段にはなりましたね。あと、あれですね、今回宿泊したホテルが、ドミトリだったんですよ。2階建てのベッドがいくつかあるような、集団での合宿所みたいな、そんな部屋だったので、水はついてなかったんですね。普通のホテル、個室のホテルに泊まる場合にはだいたい1日2本水つきますよね。でも今回のこのホステルでは水はついていなかったので、水自腹で買っていました。水自腹で買っていたとは言いつつも、99、6、996。セブンイレブンで、タイにセブンイレブンいっぱいあるので、そこで、最初はね、9バーツのものが一番安いと思って買ったんですけれども、実は、同じセブンイレブンプライベートブランドの水が6バーツであったんですね。6バーツだと、30円ぐらい。それ、6バーツのものが最安だったと思います。なので、水代はそこまでではないんですけど、やっぱりドリンクはやっぱり何回か、1日のうちに飲んでいました。ということもあるので、だいたいディナークルーズを除けば1日2000円平均の食費ですね。こんな感じで、食事をしていったわけなのですけれども、僕としては、一番おすすめしたい好みのタイ料理、カオカームですね。豚足煮込み。
で、その次に2番目のおすすめがラートナ。ラートナ、まあ、あんかけなので、日本でも中華系のお店に行けば同じような感じのものはあるかと思います。で、豚足煮込みは、ここまでのもの、日本ではあんまり食べたイメージはないかな。あるのかな。やっぱり中華料理屋さんに行けばもしかしたらあるのかもしれないです。で、今回のこの11月から12月のタイ滞在4泊5日の旅では、カオマンガイ食べなかったんですよ。それまでの以前の今年行った旅、8月と10月の2回では、カオマンガイ割と食べていました。特に朝食で。そう、でも、今回あえて行きませんでした、カオマンガイのお店は。やっぱり最もポピュラーで、気軽にどこでも食べられるというようなものだと思うので、そうではないものを選ぼうとしました。そう、朝ごはんではぶっかけ飯。そして、カオカム。カオカムを朝から、これ割と濃いめなので、朝から食べるというよりも、やっぱり普通の人はお昼とか夜なんじゃないかなと。朝はぶっかけ飯が割とおすすめかなと思いますね。野菜のメニューもいっぱいあるので、と、特に2日目のぶっかけ飯のところはぶっかけ飯のメニューは紹介していなかったのでお見せしますと、これも一部です。多分これ半分くらいの量ですね。これ左側にも本当はもっとたくさんの料理が並んでいます。そう、こんなにたくさんの選択肢があるんですよ。結構迷っちゃいますよね。なんか魚とかもありましたね。そう、これとか、あと同じお店で、反対側を見てみますと、これ。スープもありました。あとビリヤニですね。この大鍋っていうんですかね。大鍋に入っている黄色いご飯。これハラル料理なんですかね。店員さん見るとそんな感じでもありますよね。そう、こんなメニューの中から、こんなたくさんのメニューの中から3品おかずを選んで50バーツ。そう、割と駅の近くとかの朝市みたいなところに行くと大体こういうぶっかけ飯屋さんありますので、市場内行けば大体あるんじゃないかなと思います。そう、そこで自分好みの丼物、ご飯を注文してみる、作ってみるというのもきっと面白いと思いますね。そうで、僕のタイ料理のイメージでさっき言いましたけれども、カオマンガイ、パッタイ、トムヤムクン、グリーンカレー。でグリーンカレーって僕タイで食べてないんですよ。日本では食べてるんですけれども、現地本場ではまだ食べてないです。あとトムヤムクンはちょっと苦手なんですね。苦手なので、日本でも食べないし、タイでも食べてないです。ちょっとね、酸っぱいのがね、お酢がね、苦手なんですよ。酸っ酸っぱが入る料理、酸っぱ辛いとかそういうのは、
敬遠しています。食べないようにしています。むしろこう辛いのも食べられないことはないんですけれども、もうそこまで辛くなくていいなと。大量に割と僕汗かいちゃう方なので、辛いものを食べると。あと、そう、タイに行って気がついたのは、その辛いものですね。こう汗だらだらブワーって吹き出すような辛いものを食べると、ちょっとお腹が緩くなるというようなことが、分かったので、なるべくね、辛いもの、すんごい辛いものは避けるようにしています。でもさっきこの度一番辛かったのが、ぶっかけ飯屋さんでの空心菜炒めというお話しましたけれども、それでは全然大丈夫でしたね。で、汗の量で大体こう、なんかわかる気がします。じんわり、ちょっと汗が出てくるなというようなくらいだったら大丈夫。もう口がこう痛くなるような、ダラダラダラもう汗止まらないというようなものだと、危険な兆候が、それが危険な兆候ですね。で、むしろこう甘いものですね。このカオカーム。カオカームや、そして、ラートナ、あんかけ。あとは、こう麺ですね。クイッティアオっていうんですかね。そう、これもね、やっぱりどこのお店行ってもやっぱ美味しいんですよね。味変しなくても、もうそのまんまでも、こうガツガツいけるようなスープの味です。でも、ちょっとね、僕はこうナンプラーを足すと、なんかさらに美味しいような、お店にもよりますけれども、そのままでも十分なところもあれば、ナンプラーを足すとさらに美味しくなるというような感じのところもあります。お好みによって唐辛子加えたり、砂糖入れたりとか、いろいろあるとは思いますけれども、僕はそこまで辛くなくてはいいので、あんまり唐辛子は入れないです。という感じで、そう、タイ料理だと、そう、辛い料理というイメージがあるけれども、そう、辛くなくても、辛いものを食べなくても十分すぎるほどタイでは、タイ料理を楽しめると思っていますね。皆さんもいろいろとこうお好みのタイ料理があると思いますので、よかったら、お時間あったらまたなんかコメントとかで残しておいていただければと思います。僕もね、タイに行ったことがあるのは、こうまだ5回なので、こまだまだタイについて初心者です。この本、この前の11月から12月の旅の前に買った本なんですけど、まだこれちょっとね、読み始めてもいないのですけれども、これでね、ちゃんとね、タイのことを勉強してから、次回のタイの旅に行こうというふうに思っています。で、もちろんまだね、次回いつタイに行くかというのは全然決まっていません。行くとしたら、2月か3月かになりますね。で、その際には、タイだけじゃなくて、ちょっとね、周辺の国も行ってみようかなと。その時期だとね、ちょっとね、長めの休みが取れるような感じがありますので、で、今考えているのは、え、インドネシア、タイ、ラオス、この3カ国を回る。プラス、あとちょっとね、暇な時にね、スカイスキャネアとか、そういうので飛行機の時刻とか見てるんですけれども、最初のこうインドネシアに行く前に、ベトナムでトランジットがあって、こうハノイで一泊できるような感じのトランジットがあるんですよ。ハノイにお昼過ぎに着いて、で、翌日のお昼前に出るという。
トランジット便があって、それだと、ほぼ1日ハノイを観光できるというようなことがあるなと。で、さらにプラスして、ラオスから、あ、あの、えっと、ベトナム、インドネシア、タイ、そして夜行列車でラオスに入って、で、ラオスが、から日本に帰るときに、今度はシンガポールを経由して日本に帰るという便があって、それだとシンガポールで6時間か7時間ぐらいの自由時間がありそうなんですね。で、そうすると、そのプランでいくと、1、2、3、4、5カ国を楽しめそうだなというような周遊プランも今考えています。で、ラオスは、タイから陸路で夜行列車に乗りたい、寝台列車に乗りたい。その目的で、そう、寝台列車に乗るためにラオスに行ってみようと。寝台列車に乗るといえば、バンコクから、北の方、どこだっけ、チェンマイ。チェンマイに行くということも、あるのでしょうけれども、ちょっと別の国にも行ってみたいなと。お隣のラオスも見てみたいなというような思いもありますので、せっかくの機会だから、寝台列車取れたら、ラオスにも入ってみようかなというふうに思っています。で、高尾さん、来月タイ、マレーシア、ラオス行きます。寝台列車でいいな、寝台列車。そうですね。下に、南の方に、マレーシアの方に行くというようなこともありますよね。で、今回マレーシアは考えなかったんですけれども、マレーシアに行くときは、マレーシアとタイ、がっつり、寝台列車で行き来するというようなことをしたいなというふうに思っています。寝台列車いいな。日本で今、定期列車で寝台列車に乗るとしたら、サンライズ出雲かサンライズ瀬戸。という、2択しかないので、タイだとね、やっぱ複数寝台列車あります。寝台列車で個室の寝台もあれば、2段ベッドの寝台もあれば、さらに寝台がない普通の座席車もあると。冷房付きの車両の座席車と、あと非冷房の座席車。この夜行列車でも、席、そしてベッドがあるかないか、そしてどんな席なのかというように、選択肢はいくつかあるので、あります。けれども、やっぱ寝台ですね。やっぱりベッドがあるところで寝たい、というような、思いがあります。寝台列車いいな。何ヶ月前やったら半年前だったかな。多分もう取れるんですよね。今12月なので、2月に乗ろうとしたら、今、タイ国鉄のサイトにアクセスして予約すれば多分取れるはずです。確か取れるはず。なので、最初にね、寝台列車を取ってから、後からね、周辺国どこ行くかとか、飛行機どの便に乗るかとかいうのを決めちゃってもいいかなとも思っています。寝台列車いいな。羨ましいです。そんなところで、今日はもうだいぶね、長々と。3ヶ月前からですか。だから今だと、3月10日前。3月10日ですね。9なのかな。でも3月の上旬までだったら今から予約できるということですね。なんか今、そのお話を聞いて、寝台列車に乗るというお話を聞いて、個人的にもだいぶテンションが上がっちゃっています。もう僕は鉄オタなので、鉄道大好きなので。よし、調べよう。そして、その寝台列車のチケットを基準として、旅のプランを考えてみよう。次の旅のプランを考えてみようかなと思います。いいな。で、明日、
今は毎週水曜日と土曜日にメイン動画の方をアップしていまして、明日、エアアジアについてのお話の動画をアップします。で、以降、今回のその11月から12月の旅の様子。あまり僕の場合には、一日の中での観光地を巡っていくというような旅のスタイルじゃないので、一日に、初日の動画、2日目の動画というような形じゃなくて、割となんかね、スポット的な紹介の方がいいのかなというようなことを考えていまして、今回のその11月から12月の旅に関しましては、割とスポット紹介で行こうというふうに思っています。やっていくうちにちょっと変えるかもしれないですけれどもね。さあ、いつもはね、30分というものを目安にしていると言いつつも、だいたい1時間くらいにこのライブ配信になっていますが、今日はね、もうさらにその1時間を超えてしまっています。僕の寝る時間は23時なんですけれども、その時間に近づいてきました。これから急いでシャワーを浴びて寝て明日に備えようと思っています。さあ、では、今日のところはここまでにしましょうかね。では、最後に皆さん、よろしければ、ポチッとグッドボタンを押していただけると、とても嬉しいです。さあ、では、次回のライブ配信は、金曜日、12月13日、また同じ時間21時半からお送りいたします。それでは皆さん、今日はおやすみなさい。長い間お付き合いありがとうございました。では、さようなら。